誰にでも突然ひらめきが、走る時があります。こうやったら速くなるんじゃね？こうやったらもっとうまくいくかもしれないかも？などです。ひらめいたならば、まず試してみることをお勧めします。なぜならば、ひらめき、それは、うまく説明できないけれども、たどり着いてしまった結論、論理飛躍、と、呼ばれ立ちふさがる問題に風穴を、開けます。ひらめき、それは、可能性を開く鍵。そしてそれはあなたがやってみたいと、思う心の声です。あなたがオーナーで、デザイナーで、メカニックで、ドライバーです。すべてにおいてあなたがコントロールしなければならないのです。もしあなたが、オーナー、ならば、限りある、資金を、労力を、どう使いますか？一つだけ確かなことがあります。それは、ミニ四駆において、あなたが目指す走りを実現するのはあなた以外にいない、ということです。決して誰もやってくれない。あなた自身がそれをやるのです。それでは、今回の VZ 改造計画を、始めましょう。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。超使い、VZ で、ギミック、第6回目ですよっと。前回は、思いつきでマスダンギミックを2種類作って、やりっぱなしにしたんですよね。言い方。せめて、ひらめきとか言ってくんないかな。そもそも誤解だよ、F1 君。まず聞いてくれよ。VZ シャーシの特徴として、ハードポイントってのがあるじゃん？はいはい、ありましたね。拡張ポイントのことですよね。そうそう。ハードポイントってさ、かっこいいよね。はぁ？説明になってませんが？使ってみたいじゃん。胸熱ポイントだろう、こういうの。気持ちはわかりますよ。多分こんな妄想ですか？ハードポイントで簡単に、取り外しができるユニット化されたギミックを、コースの特徴ごとに乾燥して、走らせる。こんな感じでしょ？わかってんじゃん。そうだよ。そういうやつだよ。本当、頭の中、中二ですね。そこはロマンって言ってよ。それで、何から始めるんですか？まず、作成したギミックの説明からだね。まず、A 案からいこう。アルミシャフト、リス、スペーサー、ベアリング用スペーサー、FRP サブプレート、ベアリング用スペーサー、ロックナット、リス、スペーサー、ナット、リス、ヘビーマスダン、ナット。基部をハードポイントに設けて、マスダンパーをシャーシのサイドに設置してるタイプだ。ここにスペーサーを入れて、上からボディで可動域を制御してる。おお、なるほど。ボディを生かそうとするあたり主任さんらしい。僕的にはボディの機能を含めてミニ四駆だと思ってるからね。今後もボディを活用していく方向でいくよ。そういうこだわりだけは強いんだから。次に B 案。アルミシャフト、リス、ベアリング用スペーサー、FRP ワイドプレート、ベアリング用スペーサー、ロックナット、リス、ナット、スペーサー、ナット、リス、アジャストマスダン2つ、ナット、FRP の切り端をリスで仮面から止める。基部をサイドフレーム上に設置して、ハードポイント部に増設した FRP の上にマスダウンを置く。これもスペーサーを入れて上からボディで可動域を制御している。違いとしては、ハードポイントに FRP プレートの切り端をつけてマスタンパーの着地面にしてあるんだよ。具体的に言うと VZ さんの一軸リアンカーでカットした FRP マルチ補強プレートのこの切れ端だね。うわ、しっかりしてる。切った FRP だって大事な素材だからね、大切に使うよ。さすが倹約家。それにしても以外に2つともかなり良さそうに見えますね。意外とか言わない。マスダンの装備位置が違うけど、本構造は一緒なんですね。そう、結局一種類みたいなもんだから問題なし。なんですかその謎理論は？そう言わんと、せっかくだし2つともテストしようよ。まあ、やる気があるのは良いことですよ。あ、ちなみにこのギミック自体には前例が結構あってね。ほう、洗練された形だと思った。分類上はギロチンダンパーって呼ばれてるらしい。へえ、なんとも物騒な響きのギミックな。うわーって怖いわー。僕としては B 案をしたいかな。理由は？かっこいいから。
またそれか。もっとちゃんとやる。いや、なんとなく男性衝突するならこっちがいいと思うわけよ。コースからの衝撃が最初に伝わるのはタイヤでしょ。それに近いところに配置してあればスムースに衝突のエネルギーが伝わると思ってね。本当の理想としてはドライブシャフトの上がいいんじゃないかなって思ってる。ああ、そういう論理飛躍的な感想でしたか。そう、こういう子なんじゃないかなって直感を大事にしてるんだよね。なんかいいなって思うやつは言葉にならない好みや感性を含めていいって本人が判断してるものがあるから、多分そこに個性とかこだわりとか宿ると思ってるんだよ。人間の脳は高性能だからね。なんとなく言いたいことはよくわかりました。じゃあいつものコースで行こうよ。2種類のギミックをテスト走行してみよう。実験と行こうじゃないか。というわけでやってきました、いつもの小島コース。いつもお世話になっています。大きいコースを走らせるの楽しいです。じゃあ早速走らせてみよう。マシン初弦はこれね。まずエアンのギロチンダンパーからテスト走行行ってみよう。安定して走ってるように見えますね。僕もそう思う。今回はアトミックチューンモーターを採用してるからね。なるる、モーターのレベル落としたんですね。いろいろなモーターを試してみたいしね。欲しかっただけでしょ。まあそうなんだけどさ。もう少しモーターのレベル上げてもいいくらいだね。まず作動確認のフローを見てみよう。これじゃあまりわからないですね。こっちのカットはどうかな。お、それっぽい動きをしてるかな。おお、ピョンってなってますよ。ピョンって。いいね。もう1カット撮影したら次に行ってみよう。あれで終わり？爆発落ちでごまかすつもりですか？いい案も走らせて撮影してたでしょ？検証はどうしたんですか？はい、これが現状。うわ、ぼっきり折れてますね。よりによってバッテリーホルダーのところですか？ここをやられたらさすがにね。ぼっきり言ってますね。シャーシが先に行くとは思わなかった。んでこれがギア抜けですか？お手本のようなギア抜けですねこれ。でこれが一番の問題。まだあるんですか？ほれ、ぐにゃぐにゃなんだよ。ああ、これ固定が甘かったんですね。ガリガリ走ってたもんな。絵的には迫力があったけどさ。直接コースに接触するわけじゃないのにこれじゃあ耐久性に問題ありますね。がっつり止めたと思うんだけどね。ダメだったねこれ。コースで走らせる時にはさ、どのくらいの衝撃がマシンにかかるのかってのを想定するわけだけど、想定も甘かったんですね。そうな、こればっかりは経験値だと思うよ。ミニ四駆は実際に走らせてみないと本当にわかんねえな。で、どうします？じゃあ解散で。諦め早すぎ。まあそうもいかないよね。そもそも負けっぱなしだってさ、負け方ってのがあるよね。ということで新しくロードスピードを用意して、はい、じゃあ第2ラウンドといこうか。ですよね。主任さん根性ないくせにしつこいですからね。嫌いじゃないですよ、そういうの。壊れたシャーシはどうします？ギミック用のテストシャーシにする。他は全部使えるんだ。ボディは壊れてないから今までの流用。新しいボディはコンデレ用だね。ロードスピリットで作ってみたい案が2つほどあるんだ。とにかく実験できるマシンに仕上げようか。
ある程度まともに走らないとダメでしょ。あとついでにいくつか改良しておきたいところがあるんだよね。ほう、どんな？まずこれ。あ、これ結構動きますね。こっちの方に動かなくていいんだよ。むしろコーナーの挙動が悪くなる気がするよ。それでこの粉。これもしかして FRP のカスですか？そう、散々 FRP はガラス繊維だから気をつけよう、注意しようって言っときながら、それをぶりまいて走るのはどうかと思うのよ。なるる、つまりこの4つの問題を解消して再チャレンジするってわけですね。そういうこと。じゃあリスト化しておきますね。うん、ありがとう F1 君。しかしロードスピードほとんど走らせてやれなかったな。コースアウトしないマシンを作っていきましょうよ。まったくその通りだね。取れ高はなくなりますけどね。一言多いよ。じゃあ次はマシンの改良からやろああ、失敗したんでやり直しってわけですね。う。言い方。ということで今回はここまで。問題点てんこ盛りです。それでは高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント等もお待ちしているのですよ。ではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解。今回のおまけコーナー、始まるよ。やっぱりやるんですか？やるに決まってるでしょ。いずれ僕メインの動画を撮影してシリーズ化するんだから。乗っ取りたくらんでてくさ。それで、作ったけど本編で紹介するまでもないものの、紹介でしたか？そうそう、お出かけ用のポータブルピットだよね。しかも、ローカロリーな方法でですね。そこは強調すんな。で、用意したケースを改造します。まずマシン2台を搭載させる。ケースの中身を良い感じになるように、カッターできる。それで主任さんは持ち物を絞ったんだよね。プラスドライバー、プラスのピンバイス、ピンセット、プラ製ピンセット、ボックスドライバー、モーターケース、バッテリーケース、30マスに仕切られたケース、タミヤテープ。結構山盛りですね。そうでもないんだよねこれが。そうなんですか？結構現地に行くとあれこれとやりたくなるから、応急処置と最低限のセッティングができるレベルを目指したとか言ってた。全部持ってけばいいのに。それじゃ、意味ないじゃん。結局撮影セットとかもあるからこれ一つじゃ足りないんでしょ。それは言わない。とりあえず、ケースを切り刻んでスペースを作る。切った中身をボンドで貼り付ける。中身を詰め込んで。同様？割とそれっぽい。ということで今回は、ここまで。皆さんの必須の道具があれば、教えてくださいね。では機会があれば、また次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。